皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年ですね、1月の7日火曜日です。時間が日本時間の夜の9時38分ということです。約40分弱遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、加盟産別51産別組合員数約689万人を誇る日本最大の労働組合連合に関する私の素朴な疑問というのがナンバー1ですね。というのが今日のメインテーマです。今日のワイワイニュースライブ通算で、2916回目ということで、音声も、映像もですね、問題なく今のところ配信されているということですね。ということで今日の放送最初いつものように、前日ですね、月曜日のワイワイニュースライブのメインテーマ、昨日はトランプ大統領はついに自らの無知とおごりでパンドラの箱を開けてしまったナンバー1ということだったんですね。でこれの、YouTube 向けの表紙をですねこのように作って、いただきました。パンドラの箱を開けてしまったということで、トランプの無知とおごりということで、ハメニーイラン最高指導者ですねとの間で、全面戦争が起こるんじゃないかということで、ミサイルですね、等々がそして単対イランだけじゃなくて、ここに、これはどこかな、シリアとかイラクとかイスラエルとか中東全域に、戦争が広がる危険性があるということですね。シリア、イスラエル、イラン、イラク、トルコですね。ということです。で、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスで291名様、YouTube で426名で全部で717名ということですね。土山純一さん、いつもありがとうございます。お茶爆10とコンティニューコインが2枚ですね。そして、お知らせですけど、明日水曜日、1月の9日じゃないや、8日か。8日ですね。の外国語放送は語学研修が最後の1回目ありますので、お休みさせていただくということです。そして明後日の木曜日、1月の9日の放送はちょっと私所用がありまして、申し訳ないんですけど放送はお休みさせていただくということですね。そして今週の土曜日、1月の11日午後5時7時に、第26回目の根っこ勉強会を開催しますというお知らせです。で、ワイワイニュースライブでライブ中継 しますので、ぜひご覧くださいということで、今回のテーマは統一テーマということで、2020年はどうなるのかと、2020年を我々はどうするのかという統一テーマです。で、パネラーが天野元康さん、大津恵子さん、三角正さん、そして私ということで、いつもの4名のメンバーで今週の土曜日午後5時7時にライブ中継しますので、ぜひご覧くださいということです。翔さんですね、コンティニューコイン配信ありがとうございますということです。そして、今日の放送の前ですね、砂月さん、プーチンはイラン状況の主導権をイスラエルの手から奪うべきだと、マスコミに載らない海外記事ということですね。はい
例は竹脇さんお茶爆10どうなる2020年ということですね。ということで、今までのところをアップします。これが表紙ですね。昨日のメインテーマの表紙、そして視聴者数現時点で717名様ということですね。そして、明日水曜日、これと木曜日はお休みさせていただくと。そして今週の土曜日、第26回目の根っこ勉強会を開催しますと。土曜日の5時から7時の2時間ですね。そしてワイワイニュースライブで中継しますと。で、テーマは統一テーマです。どうなる2020年、どうする2020年という、我々が積極的に働きかけることによって2020年を変えていくという意味合いを込めての統一テーマです。ぜひご覧ください。で、今日の画像ですけど、最初の画像は今日のトピックスのトップに取り上げましたけど、アメリカ軍がバカなミスを繰り返しているということで、米軍イラク撤退を誤って通達したと。イラク軍にですね、要するにイラクの議会がアメリカ軍の撤退を決議したということを受けて、早速米軍はイラクから撤退するという通知を在イラクの米軍司令官経由でイラク軍に伝えちゃったということですけど、後でこの米軍の制服組のトップですね、マーク・ミリー統合参謀本部長が、これは間違ってたと、誤っていわゆる走行段階の文章を誤って送っちゃったんだというバカな言い訳をしてるんですね。これは一体どういうことなのかと。これほど重大な決定事項をミスって、イラク軍、イラク政府の方に、誤って通達したってことは普通ありえないですよね。何なんだと。おそらくこれはですね、トランプがイラク議会のアメリカ軍撤退決議を聞いて怒り心頭になって、それじゃあ撤退してやるよと、撤退の通知を出せというふうに、このトップに言ったんでしょうね。そして、手紙を書いて、で、在イラク米軍トップ経由でイラク軍に伝えたと。しかしその後トランプは前言をひっくり返して、いわゆる撤退することの意味が十分分かってなかったんですね。で、少し冷静になって彼はドタキャンをするのが得意ですから、これはやめだと、撤退なんかするなと言って、この統合参謀本部議長に言ってですね、そして彼は苦し紛れに
走行状態の原稿を誤って送っちゃなんだという子供騙しの言い訳をしているという、それほどアメリカ軍あるいはアメリカの政権内部で大混乱が起こっているということでしょう。在イラク米軍は完全にあべってるという砂月金さん、在イラク米軍じゃなくてアメリカの統合、いわゆる米国防総省を先頭として国務省を含めて、アメリカの政権内部自体が大混乱に陥って統治能力を失っているっていう証拠でしょうね、これね。だから一刻も早くトランプを逮捕して彼から大統領権限を剥奪すべきなんですよ。ということなんですね。2つ目、これはテヘランで、トランプに殺害されたイラク革命防衛隊の精鋭部隊コズ部隊のソレイマニ司令官を追悼するために集まった大群衆ということで数百万人が集まったと言われているんですね。これですよ、すごいですよ。テヘランです。から3つ目が例のオーストラリアのニューサウスウェールズ州の森林大火災で今でも燃えてるんですね。そして、これ火災の状況とそれからコアラが全部で8000頭焼死したんじゃないかと言われてるんですね。この地域に生息しているコアラの約 30% が死んじゃったということで、コアラっていうのはもう身動きできない非常に緩慢とした動作しかできないんで、そのまま焼かれちゃうんですね。でかわいそうに救出されたコアラこういうふうにやけどを負ってるんですよね。8000匹ですって。こういう惨状です。気候温暖化、気候大変動です。そして、4番目、これは今日のメインテーマで取り上げますけど、これ田中隆作さんの記事ですね。田中隆作さんは連合の新年会に出て取材したんですね。そして記事にしたということで、労働者貴族版桜を見る会だということで、ものすごい豪華な料理がもう食べ放題で出てきているということなんですね。これ労働組合ですよ。連合の新年会ですよ。経団連の新年会じゃないんですよ。連合何なんだということですよね。でこの記事を読んでですね、連合とは一体何なのかということで、今日のメインテーマの私の素朴な疑問というのがこの記事がきっかけだったんですね。信じられないですよね。労働組合の新年会でこんな豪華な料理が食べ放題で出てくるっていうのは一体何なの、どれほど金があるのかと、その金は一体どこから来てるのかと。689万人の組合員の毎月、いくらぐらいですか、3000円とか4000円とか5000円じゃないですか。ストもしない、戦いもしない組合が組合費と称してですね、高額な一種の税金ですよねを取り立ててると。その結果おそらく連合傘下の各単産51あるらしいんですけど、おそらく数百億円の組合費が余っていると。そして中央組織の連合の中にもおそらく1000億とか2000億の組合費が
余剰資金として溜まっちゃってると思うんですね。そのこと誰も、報道しないですけどね。これこそが大問題ですよ。組合に還元しろと。戦いもしない、戦いもストもしないで、労働組合としての職務を果たさないで、組合費だけ莫大な組合費を徴収して、その内実を一切公表しないと、こういうことなんですね。アメリカの統治機構全体があべってると、安倍は映るんですと、怖いということで、日本の統治機構も完全に、トランプ並みに、統治機構を失ってますよね。だから今年の我々がすべきことは、アメリカ国民はトランプを即刻逮捕して彼を権力犯罪者、権力乱用罪で、起訴し裁判にかけ、そして刑務所に送ると。それと同じように日本国民は安倍晋三とその一味をですね、全員逮捕して、権力犯罪者として逮捕起訴し、全員を刑務所に送ると。それが我々のすべきことと。2020年何をするかということを、アメリカ国民そして日本国民の義務でしょうね。YYC コレスポンダントさん、お茶ですね。から砂月金さん、毎回アップしていただいてますけど、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。ということです。今日の画像ですね。それからテヘランで殺害されたソレイマニー司令官の葬儀が数百万人の国民が集まって追悼集会がテヘランで行われたという写真ですね。そして3番目がニューサウスウェールズ、オーストラリアの森林大火災がずっと続いているということで、写真ですね。火災の模様と、それからやけどを負ったコアラの写真と、8000匹のコアラが焼死したと言われていますね。そして、いわゆる生物、動物とか爬虫類とか昆虫とか、その生物は全部で約4億8000万の哺乳類、鳥類、爬虫類が死んだと推定していると。これシドニー大学の生物学者が4億8000万ですよの生命が失われたということですね。で、これは今日の一言で私取り上げたんですけど、現場になっている森林はコアラの生息地として知られており、ニューサウスウェールズ州では1万5000頭から2万8000頭のコアラが生息しているとされると。地元メディアのニューズ .com は最大8000頭のコアラが4ヶ月以内に死んだと考えられると報じてるんですね。ものすごいですよこれ。そして4番目、4つ目が連合の新年会で
田中隆作さんが撮ってきた写真、豪華な料理。これ彼は昨日四谷の大人食堂を取材して、いわゆる、無料で出されているカレーですよね、カレーライスが瞬く間になくなったという写真を記事の中に載せてましたけど、翌日は労働組合連合の新年会で超豪華な料理が食べ放題で出てきた、こういう写真を彼は取材して、配信したんですね。これですね、これ経団連じゃないんですよ、連合なんですよこれ。ということです。今日の画像ですね。で、今日の注目情報、これはオーストラリアの森林火災の悲惨さ、最大8000頭のコアラが犠牲にということで、画像集で、これはハフィントンポスト日本語版1月7日付、今日付ですね。すさまじいですねこれ。URL、オーストラリアでは2019年、去年の9月頃から南東部のニュースサウスウェールズ州やビクトリア州で大規模な森林火災が相次いでいると。異常な高温と乾燥によって火災が発生しやすい状況が続いており、消火活動も難航しているというと。1月4日時点で犠牲者の数は人間が23人なんですね。で、1500棟以上の家屋が被災したと。焼失した面積は500万ヘクタールに及んでいると。で、被害は動物たちにもということで、森林火災の影響は人の生活だけではなく動物たちにも甚大な被害をもたらしていると。シドニー大学の生態学者は、これまでに約4億8000万の哺乳類、鳥類、爬虫類が死んだと推定していると。現場になっている森林はコアラの生息地として知られており、ニューサウスウェールズ州では1万5000から2万8000頭のコアラが生息しているとされると。地元のメディアニュース .com は最大8000頭のコアラが4ヶ月以内に死んだと考えられると報じたと。オーストラリア連邦政府のスーザン・レイ、環境相は、地域に生息するコアラのうち 30% 以上が死んだ可能性があると述べたと。で、著名人も危機感を訴え、間違いなく気候変動によるもの、収拾の兆しが見えない大規模火災に著名人らも危機感を訴えていると。1月5日にアメリカで開催された第77ゴールデングローブ授賞式では、オーストラリア出身の俳優ラッセル・クロウさんのメッセージが読み上げられたと。クロウさんはリミティッドシリーズテレビムービー部門で主演男優賞を受賞したが、火災から家族を守る理由で授賞式を欠席したという。クロウさんは森林火災は間違いなく気候変動によるものだと主張。科学に基づいて行動し、世界の労働力を再生可能なエネルギーに移行し、地球を尊重する必要があると。そうすれば私たち全員に未来がありますと訴えたと。これがハフィントンポストの記事全文ですね。これが今のところオーストラリアの一部の現象ですけど、これが20年30年後地球全体を覆うということで、食料生産ができなくなり、大飢饉が発生して、30年後2050年には人類は滅亡するんじゃないか
いうレポートをオーストラリアのシンクタンクが発表したんですね。その可能性は大いにありますね。30年後ですよ。ということです。で、今日の一言は今言いましたように、今日の一言でまとめをですね、いわゆるオーストラリアの大森林火災の現時点での被害状況と、今日の一言。人間が23人死亡し、住宅が1500棟以上焼失し、500ヘクタールが焼失したと。500ヘクタールですよ。でシドニー大学の生態学者はこれまでに約8000頭4億8000万頭の哺乳類、鳥類、爬虫類が死んだと推定していると。4億8000万ですって。で、現場になっている森林はコアラの生息地として知られており、ニューサウスウェールズ州では1万5000から2万8000頭のコアラが生息されているとされると。地元メディアニュース .com は最大8000頭のコアラが4ヶ月以内に死んだとされると。だから9月からですからね。マイナス10。でオーストラリア連邦政府のスーザン・レイ環境省は地域に生息するコアラの約 30% 以上が死んだ可能性があると言ってるんですね。砂月金さん、国土の割に人口が少なく消防がついていってないのでしょうかという。広大ですからね。500万ヘクタールですよ。500万ヘクタールっていうのは1ヘクタールっていうのは 1キロ平米ですよね。想像もつかないです。だから消防なんかほとんど手つかずじゃないですか。例は竹脇さん、新年会は年中行事なのでしょうから何も感じていないと。社会情勢は頭になく昭和から続く習慣だからと片付けてしまうというだから田中隆作さんがよく入り込めましたよね。そしていわゆるずっと昭和からずっと毎年ように当然のごとく続いている異様な労働組合主催の連合主催の新年会の異様さが初めてですね、我々のもとに情報として届いたと。だからこれに参加している労働貴族たちあるいは経団連の主賓たちは当然のごとく振る舞ってるんですよ。何の疑問もなく。ということです。そして今日の推奨本ですね。これは今日は11回目ですね。グレタたった一人のストライキという本で、今日の読むところは回復の兆しということで、これは短いですね。1ページです。回復の兆し。
ストックホルム摂食障害センターで記録していたグレタの脈拍がようやく増加し、体重も急カーブで増えてきたので、ようやく神経精神科の検査を受けられるようになったと。彼女についた診断名はアスペルガー症候群、高機能自閉症、強迫性障害だったと。私たちはグレタを選択性、肝木症と診断することもできましたが、これは時間の経過とともに消失することが多いのです。私たちは驚かなかったと。すでに数ヶ月前に経験済みだったからだと。この日の診断には例のスクールカウンセラーも立ち会ってくれたと。最初にこのことを指摘してくれたことに私たちは改めて感謝したと。帰り道、ベアタが誰かに電話をかけ、これから友達と一緒に夕食を食べると言った。ベアタって妹ですね。私の胸はチクリと痛んだと。ベアタが私たちと一緒に夕食を取らないなんて本当に久しぶりのことだったと。すぐにあなたの面倒を見るからねと私は心の中で約束したと。でもまずはグレタを治したいの。夏が近づいていたと。私たちは家まで歩いたと。ここですね。ようやく、病名が分かって回復の兆しが出てきたということですね。で次がですね、今度は妹が大爆発ということで、ベアタの最初の大爆発が起きたのはクリスマスイブだったという、妹が大爆発しちゃったんですね。というところです。木曜日、金曜日ですね、読むところです。大変ですね、これ。1、2、3ページ。砂月金さん、豪華な新年会はやめて、関西生コン労組佐野インターチェンジ労組に、支援すべきと。まさにそうですよ。こんなのやめろって言うんだよね。ということで今日のメインテーマですね。加盟産別51、組合員数689万人を誇る日本最大の労働組合連合に関する私の素朴な疑問でナンバー1ですね。1、なぜ連合は新年会で豪華な料理を出せるのかということですね。こんな豪華な料理をどっかのホテルの広間を貸し切ってやるんでしょうね。なぜ連合の新年会に経団連副会長が主賓として呼ばれるのかと。本来は戦う相手でしょ、経団連。それが主賓なんですよ。で3番目、なぜ連合の新年会で主賓の経団連副会長が働き方改革をさらに前進させることが大事だと言って、安倍晋三政権がこの間強行してきた一連の労働者奴隷化政策の推進を無批判に言わせたのかと。信じられないですよね。本来だったら対立する資本側の代表者にこんなたわごとを言わせないでしょ。主賓としてなんか招待しないですよね。発言もさせないでしょうね、普通。戦ってたら。戦ってないということでしょ。癒着してるってことでしょ。なぜ日本の二大野党、立憲民主党、国民民主党の代表は連合に頭が上がらないのかということですよね。から5番目、なぜ連合は労働貴族が支配してるのかと。なぜ連合は経団連の別動隊と呼ばれるのかと。で1、2、3、4、5、6、7番目、連合傘下の各組合の組合員は毎月おそらく5000円ぐらい払ってるんじゃないですか。高い組合費を給与と一緒に天引きされてるんですよね、会社側にね。でストしない組合、戦わない組合がその組合費をどこに使ってるんですかと。
膨大な莫大な金額の組合費を集めてどこに使ってんのということでしょ。で、連合傘下の各組合がこれまでに貯めた組合費はいくらなのかと発表しろよと。で、連合傘下の各組合が貯めてる余剰組合費は本来だったら組合員に返却すべきでしょと。ストもしない、戦いもしない。だから組合費のほとんどはいらないはずですよね。どこに行ってんのと。おそらく労働貴族の給与に行ってんじゃないですか。あるいは飲み代とか。だから次9番、日本国憲法第15条の第2項、すべての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないという規定があるんですね。だから政治家、すべての政治家は全体の奉仕者であって一部の政治家ではない、一部の奉仕者ではないということは、特定の政治家あるいは立候補者と利害関係を持つ組織、例えば労働組合とか宗教団体が加盟者に命じてその政治家に投票させる行為、いわゆる組織票を禁止してるんじゃないかと。この憲法第15条の第2項は、要するに特定の公務員、政治家に対して、一部の奉仕者ではなくて全体の奉仕者であるべきだという規定があるわけですよね。憲法第15条の第2項。この規定が言ってることは、要するに政治家を選ぶ場合、その政治家に、一部の奉仕者のための利益を実現させるんじゃなくて、全体の奉仕者である政治家に全体の利益のために働けということを規定しているわけですよね。だから特定の利害関係を持つ組織、労働組合やあるいは宗教団体がいわゆる組合員に対して、あるいは信者に対して命じてですね、一部の奉仕者としてその政治家に投票させることは禁止しているということなんですよ。で、第15条2項の規定は、要するに有権者の投票権はあくまでも有権者個人の自由意思で行使されるものであって、利害関係を持つ特定の組織が投票権の行使に影響を与えることは禁止していると、こういうことなんですね。それから12、なぜ日本では企業と組合がユニオンショップ協定っていうのは何かというと、採用時までに労働組合加入が義務付けられ採用後に加入しない場合は、あるいは組合から脱退もしくは除名されたら、使用者っていうのは企業側ですよね、当該労働者を解雇する義務を負うというとんでもない制度なんですね。このユニオンショップ協定っていうのが何の問題もないということで一般化され、企業と組合の間で締結されていると、こういう現実、それおかしいんじゃないかと。で、ユニオンショップ協定っていうのは表向きは労働者の権利を保護するというふうに見えますけど、実は企業と組合が一体となって労働組合の利益を保護し、労使協調路線を保護するためのいわゆる、謀略的な協定ですよね。これね、こんなのやめさせるべきですよ。というのがそして、関連記事として、田中隆作さんの労働貴族桜を見る会というなかなかユニークなレポートの全文を関連記事として取り上げたということですね。だから労働組合、この特に連合の持つ、いわゆる深い闇、組合員は知らないんですよね。労働貴族に支配されちゃってると。投票権の行使までも支配管理されていると。だから
野党、立憲民主党枝野、国民民主党玉木、この2人がこの連合の新年会に行ってもですね、一言も批判的なことは言えないと。なぜなら彼らが組織票を持っているということで、選挙になるとその組織票に頼らざるを得ないという弱みがあるからですよね。だからそんな組織票に頼らないで、いわゆる労働者市民を含むいわゆる個々人に訴える、だから令和の山本太郎がやってるようなことですよ。組織票じゃないんですよ、個人票なんですよ。個人票を掘り起こす運動をゼロから始めろということでしょう。 K さん、アマゾン熱帯雨林火災、オーストラリアの火事は人為的、放火がかなり含まれると。まあそうでしょうね。だから放火にしても、アマゾンの場合は伐採して、そこに、農場とかあるいは農地にするということで意図的に放火するということが頻繁に行われているのは確かですね。でもオーストラリアの場合はいわゆる、火災が起きるような乾燥とか高温の状態があって、そして自然発火あるいは人為的な発火を含めて一気に燃え広がるということでしょうね。ということで今日のメインテーマのポイントをアップします。今日のあれか、推奨本読んだところですね。回復の兆しという、マイナス3か。そして今日のメインテーマです。加盟単産51、加盟組合数689万人を誇る日本最大の労働組合連合に関する私の素朴な疑問というのが今日のメインテーマですね。なぜ連合は新年会で豪華な料理を出せんのかと。一人当たり桜を見る会の5000円どころじゃないですよこれ。一人当たりおそらく3万円とか、会場費入れると4万円とかするんじゃないですか。何人招待してるか知らないですけどね。だからなぜ連合の新年会に経団連副会長が主賓として呼ばれるのかと。普通だって呼ばないですよね。完全に癒着してると、別動体として機能してるからこういうことを公然とできるんですよね。なぜ連合の新年会で主賓の経団連副会長が働き方改革をさらに前進させることが大事だと言って、安倍晋三政権がこの間強行してきた一連の労働者奴隷化政策の推進を無批判に言わせたのかと。労働組合じゃないだろうと。経団連の労働部、経団連の別組織、別動体だと。なぜ日本の二大政党、立憲民主党、国民民主党の代表は連合に頭が上がらないのかと。だらしないよね。しかし連合批判しないもんね。なぜ連合は労働貴族が支配してるのかと。なぜ連合は
経団連の別動隊と言われてるのかと。この新年会の在り方見れば分かりますよね。で連合傘下の各組合の組合員は、毎月高い組合費を給与と一緒に会社から転引きされて、それが組合の方に行くんですね。ストしない組合はその組合費をどこに使ってるのかと。フランスみたいに全面ストライキを一度もしてないという組合がなんで高い毎月3000円4000円5000円の組合費を組合員から徴収してんのと。おかしいんじゃないのと。これまで貯めた組合費はいくらになるか公表してみろと。おそらく数百億円が各単産に溜まってんでしょうね。で連合全体に1000億とか2000億溜まってんじゃないですか。それを組合員に還元しろよと。還元すべきだということでしょうね。なぜ連合は傘下の組合の組合員の投票権行使を支配管理できんのかと。彼らの力の源泉はそこなんですね。組合員の投票権の行使を管理支配できてるから組織票を売ることができるんですね。一部は自民党に行ったり、一部は公明党創価学会に行ったり、彼らは分配するわけですよ。で日本国憲法第15条の第2項、すべての公務員は全体の保守者であって一部の保守者ではないという規定、これは非常に大事なんですね。特定の政治家または候補者と利害関係を持つ組織、組合または労働組合または宗教団体が、加盟者に命じてその政治家に投票させる行為、組織票を禁止しているはずだと。だ憲法違反だということですよね。マイナス16。すなわち日本国憲法15条2項の規定は、有権者の投票権はあくまでも有権者個人の自由意思で行使されるものであり、利害関係を持つ特定の組織が投票権の行使に影響を与えることを禁止していると。禁止しているのではないかと。でなぜ日本では企業と組合がユニオンショップ協定、これは採用時までに労働組合の加入が義務付けられ、採用後に加入しない者、あるいは組合から脱退する者、もしくは除名された者を使用者は解雇する義務を負うというとんでもない協定なんですね。これがなぜ日本で機能しちゃってんのと。このユニオンショップ協定は一見表向き労働者の権利を擁護するための協定のように見えるが、実は企業と組合が一緒になって労働組合の権利、組合の利権ですよね。権利や利権を保護し、協調路線を保護するものと。
だからユニオンショップ協定を企業と結んでる組合の組合員はユニオンショップ協定の破棄をですね要求しなくちゃいけないんですよ。利益じゃなくて利権だ。利権。労働組合貴族、労働組合貴族じゃ労働貴族、労働貴族の利権を保護し、労使協調路線を保護するものと、そういうことですよ。だから組合が組合員の殺傷予見を握っちゃってると、こういうことですよね。こんなユニオンショップ協定っていうのは破棄すべきなんですよ。ということで今日の関連記事、田中隆作さんのこれはスクープでしょうね。労働貴族版桜を見る会というまさに言い得て妙ですね。ということで今日のメインテーマはそういうことです。ですからこれナンバー1ですけど、これからナンバー2ナンバー3と続けていこうと思うんですね。日本のタブーですよ、連合っていうのは。これ中曽根が作ったんですよ。総評を解体して、戦う総評を解体して、そのために戦う総評、戦う、国労を解体するために民営化をしたって自分で言ってるんですもんね。ということで、時間が今62分32秒で、視聴されている方が同時期で36名様、全体で88名様、コメントが44件ということですね。高い組合費を払っている組合員の皆さん、連合傘下の組合員の皆さん、自分たちの組合費が一体どこに行っているのかと。ほとんどが労働貴族の懐、飲み食い、あるいは経団連との談合費用に消えてて、それでも使い切れない莫大な資金が眠っているということで、その実態を公表させるべきです。そして何百億円余っているということであれば、689万人の組合員に還元すべきです。返すべきですよ。で、労働貴族をクビにすべきですよね。で、ユニオンショップ協定を破棄するという戦いをしないと、いつまでたったって、労働者の奴隷化政策を打ち破れないということですね。ということで、今日のメインテーマの次、今日のトピックスですね。今日のトピックス、米軍イラク撤退を誤って通達というバカみたいなことが起こってるんですね。よっぽど混乱してるんでしょうね、トランプ政権内部で。要するにトランプは自分が気に食わないやつをどんどん切ってますんで、もう完全に裸の王様になっちゃってるんですね。だから決定ももういわゆる政権内部で、国家安全保障会議っていうのが一番重要な国家安全に関する懸案に関してスタッフを集めた最高意思決定機関があるんですけど、それも一切招集しないで、フロリダの自分の別荘にクリスマス休暇中に勝手にですね、一人で決めるというとんでもないことを繰り返してるんですね。からイラン指導者司令官の死に涙と、首都で数百万人の追悼と、これ
AFP 日本語版、ハメネイ師が泣いてる写真がありましたね。よっぽどのことなんですね。それからメルケルドイツ首相、子や孫の世代のため気候問題取り組むという、これは朝日デジタルで、途中から有料ですから読めないんですけど、なんで重要な記事をバカみたいにこのように有料化しても部数は絶対増えないですよ、いくら頑張ったって。隠してる記事を読むために、3000円も払うバカがいると思います。それよりも全部公開して朝日新聞のいわゆるメディアとしての原則を貫けばいいんですよ。それからフィンランド、これいいですね。女性34歳の女性首相、早速週休3日制検討と、働き方改革で家庭と時間をということで、安倍のやってるのと全く正反対のことですよね。当然ですよね。週3日で、現在は日本と同じ週5日8時間労働制なんですけど、フィンランドそれを週3日6時間制にしようという画期的なことを彼女はやろうとしてるんですね。日本はどんどん遅れますね。バカが政権をもう7年間も牛耳ってるということで。からカジノ疑惑で下地氏が現金授領と認めたんですね。維新生みの親に火の粉ということで、火の粉じゃなくてこの生みの親の橋本にも金がいってるんでしょ。下地だけに責任取らせるようにして橋本の方には火の粉が及ばないようにしてるというこの日刊現代の記事ですね。おそらく下地はやめるでしょうね。そして一件落着になるんじゃないですか。そして今日の重要情報、安倍首相が年頭記者会見で IR 汚職をする米国イランの名も口にせず、自衛隊の中東派遣、強行だけは明言というリテラ、もうトランプと同じですよ。とんでもないやつがもう7年間も日本のトップ、そして戦後70数年間にわたって2度の例外を除いて米国の傀儡政党自民党が政権を握っていると。でそれを補完しているのがカルト宗教創価学会公明党だと。その基本構図を根本からひっくり返す必要があるんですよね。単に安倍を政権交代させるだけじゃダメなんですよ。自民党公明党創価学会のいわゆる自公ファシスト政権自体を永遠に日本の政治から駆逐するということを今年やらないといけないと。間に合わないですね。ということですね。現時点で59分か、まだ60分になってないんですね。今日早いですね。ということで今日は火曜日の放送、これで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。また明日明後日はお休みなんで金曜日ですね、よろしければ合流してくださいということで、今日珍しく60分以内に放送が終わるということなんで、よかったですね。現在日本時間で、10時37分ということです。ということでちょうど1時間ですね。ということでお疲れ様でした。また金曜日ですね、よろしくお願いします。そして土曜日は第26回目の根っこ勉強会、テーマは2020年はどうなるかと、2020年をどうするのか
いうテーマで、統一テーマでやりますんで、よろしければ5時から7時の間で、ライブ中継しますんで、ぜひご覧くださいということで、今日の放送終わりです。お疲れ様でした。